はい、皆さんこんにちは。今日は4月2日の火曜日、時間は11時26分ですね。天気はね、まあまあいいですね。そして4月2日なんですけどね、昨日もそうだったけど、ちょっと気温がね、低いです。まあいい感じに桜は咲いてきてますね。今日はね、ナビに乗って走っておりますけど、まあちょっとね、いろいろテストですね。まあテストなんでね、失敗したらこの動画はボツになってると思うんですけど、それもね、これもうテイク3ぐらいかな。かなりボツになってる。カメラはね、珍しく GoPro Hero 5セッションを使っております。 GoPro Hero 5セッションね、林道動画でね、最初の頃ちょっと使ってたんですけど、故障にしてちょっと全然音声が取れなくなっちゃったり、田島コーポレーション GoPro の代理店なのかな、日本の、そこに送ってね取り替えてもらったりしたんですけど、まあ結局交換になるんだよね。その点がね、結構ね GoPro ね、めんどくさいなと思った。その音声が取れないというのが絡むとさらにめんどくさくて、この Hero 5からね、マイクアダプターがでっかい箱みたいのがねついてるじゃないですか。これ自体の故障も疑われるってことでね、両方送んなきゃねならなかったんですよね。めんどくさいよね。だからほんとなんつうかな、このマイクアダプターのせいなんだよね。だいたいこの5以降のね不具合は、まあこれがついたおかげで給電録画ができるようになったんですけど、それに関係する不具合が未だにね、ヒーロー7でも訪れがあるとかねなってますけど、どうにかしてほしいですよね。そういう基本的なところはね、まあ GoPro どうにかしてくれっていうところですかね。 GoPro にちょっとね苦労してる話はそんなところで、ちょっとね今日いろいろ話すことがあるんですけども、最近ねポチったもの、買ったもの、そういうお話、ここのとこね物忘れが激しくて、年なのかどうかちょっと分かりませんけど、先日ね、いつもこのツーリングの時にかけてるメガネをなくしてしまいまして困ったんですけども、いつもスペアもね持ち歩いてまして、それをねかけてたんですけども、なくなっちゃったということで、それでここのとこね、何年か前からね、ツーリングマップルか、あれをね見ようと思って開いた時に、いつの間にか見えなくなったんですよね。もう全然地図とか文字がね見えなくなってたんですよ。近くが見えなくなっちゃうという症状、年を取るとね誰でもなるかとは思うんですけども、それになっちゃいまして、ここまで何年も我慢してきたんですけど、もう最近はもう近くが見えないんで、物を書くときとかね読むとき、もうほとんどメガネ外してる状態の方が長いですね。乱視がね結構きついんで、こういうね運転するときは絶対ねかけなきゃいけないんですけども、ちょうどね作ろうかなとね思ってたんで、ちょうどよかったんで、地元のねメガネ市場に行って作ってまいりました。ここのとこそうやってね欲しいなって思ってるとね、最近メガネ市場のね CM なんかでもやってますけど、遠近療養レンズ、遠近療養メガネ、そういうのをね CM でやってたんで、これ良さそうじゃんと思ってね、メガネ市場にね作りに行ったんですよね。バイクに乗るとき専用のメガネなんで、バイクに乗るときはね、大体自分の場合はねヘルメットかぶってからメガネを差すんですけど、メガネのつる、耳にねかかる部分、あれがへの字にはなってますけども、への字がきついタイプのつるだとメットかぶってからメガネが差しにくいんですよね、かなり。だからね、できるだけつるのねまっすぐなものを選びました。そうすると差しやすいんで、乗ったり降りたりしてるとね、もうそのメガネなかなかねさせなくてねイライラしてくることがあるんですよね。それで今回自分が作ったのは前回もそうだったんですけど、そのメガネ市場にあるアスリートアイアスリートとかなんとか、そういうね、スポーツタイプのメガネ、ちょっと変わったようなのが好きなんで、つるの部分がワイヤーを編んだようなね、チタンワイヤーって言ったかな、そういうのでできてるタイプにしてみました。特に違和感はないですね、今のところ。それで遠近でしょ。
遠くを見るときはその上の方を使うわけですよ。レンズのね、上半分。近くで物を読んだりね、書いたりするときはこう目線を下に落として、レンズのね、下半分の部分を使うと近くがね、あら不思議よく見えるわけですよ。なんか昔は遠近っていうとね、レンズの中にレンズのね形がありましたけど、最近のはないんですよね。シームレスに遠近がね切り替わる感じ。自分は特に違和感もなく慣れましたけど、メガネのいろんなねオプションがあるんですよね。ブルーライトカット対応のレンズとかね、いろいろ。その中にオールドライブっていうねレンズがあって、ドライブ専用レンズっていうのかな。今回ねそれにしてみました。朝とか夕方のね斜めの日差し、夜のね車の眩しいライト、そういうのをねカットしてくれるというねレンズらしいんで、いいじゃんってことでねそれにしたんですけど、まあただそのレンズにするとレンズがね薄い黄緑色というか、そういう色がついてます。まあまだね夜は試してないんですけど、まあ多分眩しい日差しカットされてるんだろうなと思います。もうねすぐ慣れちゃったからね。まあ色付きに関してはね、もうバイク乗りの人結構シールド、ヘルメットのシールド自体がね色がついちゃってるんで、それほど違和感なくね慣れると思います。まあ一つ目、メガネをね新調してみましたと。二つ目はね、二つ目というかナビをねまた、まあ今までプチカスタムすると報告しておりましたけど、今回もねプチプチなんですけど、パッと見て分かるところ、時計をつけました時計といってもね安いデジタルのね腕時計なんですけど、それをこのバーパッドにね巻いてあります。最初はなんだろうな、アマゾンなんかで調べて四角いね時計買ってみたんですけど、付けどころがないんで、結局これが一番いいじゃんってことでねこれに落ち着きました。ちっちゃい四角い電波時計買ったんですけど、結局使わず。やっぱ時計あるとね便利だし、これ結構でかいんで見やすいし、なくなってもいいしこれがベストかなと。今100均でもね売ってるんで、そんなのでもいいかもしれないですね。まあそれがね2つ目なんですけど、次、最近ね結構ねポチ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 してるんですけども、ちょっとね自分がね欲しいなとね感じても値段がねちょっと高いなっていうねものがねあるわけなんですけど、それをね見透かしたがごとくそう思ってると Amazon のタイムセールに出てきて、それが通常の価格だと26,000円ぐらいだったんですけど、それだとちょっとなって思ってたんですけど、タイムセールで2万円ぐらいになったんですよね。それじゃ買わにはしょうがないなと思ってついねポチってしまったものがあるんですけど、まあ前々から欲しいなとは思ってたんですけど、3D プリンターって言うんですけどね、まあここのとこちょこちょこねツイートしてるんで知ってる方は知ってると思うんですけど、どういうものかというと、なんだろう、プラスチックの線というかそういうのがリールに巻いてあって、それをねまあその 3D プリンターのヘッド部分に送って、その先の方がね200度ぐらいに加熱されるんですよね。そうするとそのプラスチックのねフィラメントっていうんですけど、それが溶けて、ノズルの先からねもう 0. 何ミリっていう細さでね溶けて出てくるわけ。それを正確にね積み重ねていって立体のね造形物を作るというのが 3D プリンターなんですよね。すげえじゃんって思うんですよね。すげえじゃんって思うんですけど、通常のプリンターみたいにね絵を描いたり字を書いたりしたものを紙にプリントするならいいんだけど、立体なもんで自分でこういうものを作ってみたいって思うと大変なんですよね。 3D キャドとかねありますけど、そういうのをね使いこなしたり、かなり敷居は高いと思いました。まあ自分が買ったのは本当に一番安い 3D プリンターかな。一番安いけどなんか一番出回ってそうな感じ、エンダー3っていうのかな、それなんですけどね。まあそれでネットにねいっぱいそういう 3D プリンターでプリントするためのデータがね公開されてるんで、プリントしてね遊ぶだけでもかなり遊べますね。 3D プリンターを買ったらね、まず自分でね作ろうと思っていたものが一品あるんですけど、ナビ取りの方ならわかるんだけど、ヘッドライトの下にね、インドなのかな、インドのね
ナンバーをつける穴があるんですよね、フロントの。ヘッドライトの下。そこにね、ネジ穴がね、2個あってね、かなりね、気になるんですよね。まあ、これを利用してね、いろんなもの、小さいバックつけたり、ライトつけたり、そういう風にして利用する人もいますし、なんかそこにね、つけるプレートをね、最初に 3D プリンターでね、作ってみたいなと思っていたんですけど、結構まあ、敷居が高いんで、自分の場合は平たい四角い板に、アルファベットでナビっていうね、文字を、立体で作って、それをね、白く塗って、このね、ナビのフロントに貼っております。貼っておりますというか、その、ナンバー用のね、ネジ穴を利用して取り付けております。自分的にはいいかなとね、思ってますけど、やってるかな？フロムヒアさん。フロムヒアさんでね、タピオカドリンクいただきました。これがさっき言ったね、プレートなんですけど、どうですかね。まあ、この程度だったらね、できるんですけど、複雑なね、パーツとかはね、できないですね。カフェオレのタピオカドリンクいただきました。プリンも食べて、結構お腹にね、溜まりましたね。まあ、ということで、今回はね、久しぶりに GoPro Hero 5セッションを使って、ちょっとね、テスト走行しております。テストしたけどね、やっぱりね、一番最初にね、もう最近油断しないで少し使ったらね、スマホでね、録画したやつをチェックしたんですけど、やっぱり最初ね、マイクがどうも認識されてないってことがあったんで、録画をね、始めるときに一回、スイッチ切った後は、マイクをね、差し直しするというね、動作をしております。まあ、それも面倒ですよね。ソニーを、まあ、メインで行くしかないんですけども、まあ、一応予備でね、GoPro も使えるようにしておかないと、ロングツーリングの時にちょっと不安なんでね、まあ、もう一台ね、ソニーを買うって手もありますけどね、この画角、GoPro のスーパービルがね、好きなんで、できればね、GoPro をね、使いたいんですけど、こんだけちょっとね、不安定だとね、怖くて使えないですよね。まあ、以上、そんなところです。まあ、メガネを新調した話や、少しね、ナビの方をね、プチカスタムしたところ、まあ、それをするのに 3D プリンターまでね、ポチってしまったというね、お話でございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。